JLPT、N1 を持っていても日本語が話せるとは限らない。外国人が進学や就職、在留資格の申請などで利用する日本語の検定試験に日本語能力試験 JLPT があります。しかしこの試験はいわゆる4技能試験ではありません。 JLPT で測定されるのは主に読む力、聞く力、そして文字、語彙、文法などの言語知識です。つまりたとえ最上級の N1 を持っていたとしてもそれだけで日本語で上手に会話ができるとは限らないのです。昭和のおじさん、おばさんなら昔の英検を思い出してください。英検1級を持っていますと言われたからといってその人が英語で自由に会話できるとは限りませんでした。それと同じことが外国人の日本語にも言えるのではないでしょうか。 JLPT の N1 は日本語の高度な知識や文章を読んだり日本語を聞いて理解したりする力を測る試験です。しかし話す力と書く力は試験の測定対象に含まれていません。ですから N1 を持っているから日本語で問題なくコミュニケーションができるだろうと考えるのは少し危険です。もちろん N1 を取得することは簡単なことではありません。高度な日本語能力を持っていることを示す一つの重要な目安です。しかし日本で生活し働くために必要な日本語能力を考えるなら知識だけでは十分ではありません。相手の話を聞いて理解する、自分の考えを相手に伝える、相手や場面に応じて適切な日本語を使う、こうした実際のコミュニケーション能力も必要です。日本人の大学入試では近年英語4技能が盛んに議論されています。それならば外国人が日本で学び、働き、生活するための日本語についてももっと真剣に考える必要があるのではないでしょうか。特に外国人を採用する企業や外国人が日本で生活することを支援する機関にとっては JLPT の何級を持っているかだけを見るのではなく実際に日本語で面接をしてその人がどの程度の日本語で意思疎通できるのかを自分たちの目と耳で確かめる。私はそれがとても大切なことだと思います。 N1 を持っているイコール日本語が話せるではありません。資格はあくまで一つの目安。最後に必要なのは実際のコミュニケーション能力なのです。